皆さん、こんにちは。今日は私がオタクを尊敬する理由についてご紹介しようと思います。はい。日本にはオタクっていう言葉があります。オタクっていうのは何かをとことん好きになってそれを極める人。そういう人のことをオタクって言います。例えばアニメとかゲームとか電車、アイドル、ファッション、いろんなね、分野にオタクがいます。今、この動画を見てくださっているあなたは自分のことをオタクだと思いますか？私はオタクですっていう人は、そういう自分に自信を持っていますか？私はね、個人的にオタクっていいなって思います。でもね、オタクって世間では結構恥ずかしいものってされることもあるし、バカにされてしまうこともあると思います。日本でもね、そういう風潮はちょっとあります。だけどね、私はオタクになりたかったんです。そしてね、今はちょっとオタクだと思います。はい。今日はね、私がそんなオタクをどうしていいなと思うのか、憧れていたのか、そういう話をね、していきたいと思います。ぜひオタクの皆さんには聞いてもらいたいし、何かにハマったことがない人、何かをすごく好きになったことがない人もぜひ聞いてほしいと思います。はい。私のチャンネルではこういう日本の文化とか言語とか日本人である私の日本人目線の意見とかを動画にしてわかりやすい日本語で話して字幕をつけてお届けしています。日本語を楽しく学びたい方はぜひチャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。はい。皆さんは陰キャって言葉聞いたことがありますか？陰キャ。この反対が陽キャです。かなりね、若者言葉の一つかもしれません。漢字からイメージできる人はもうね、わかるんじゃないかなと思います。陰キャっていうのは陰気なキャラクターの略ですね。陰気、つまり暗いとか内気とか周りに比べて地味で目立たない人。そういうのが陰気なキャラクター、陰キャって呼ばれます。はい。反対にね、陽キャは陽気なキャラクターの略です。つまり、明るくて人付き合いが上手で活発な人ですね。例えば、学校のクラスにいる中心にいる人で、クラス全体を盛り上げるのが得意な人。そういう人を陽キャって言います。で、逆に陰キャはあんまり目立ちたくないので、幅広い人とのコミュニケーションも苦手だし、発言をね、あんまりしません。部屋の片隅で本とか漫画を読んでたりとか、音楽を聴いてたりとか、そういうのが陰キャかな？陰気なキャラクターって呼ばれることが多いです。でね、オタクはどっちかと言ったら陰キャですね。で、この陰キャの人たちは、陽キャの人たちを避ける傾向もあります。で、陽キャの人たちもね、陰キャの人とは話があんまり合わない。だから、あんまり近づかないっていうことが多いのかなというふうに思います。オタクはどっちかと言ったら、陰キャっていうイメージが強いかなと思います。絶対にそうとは限らないですが、だからこそ、世間ではね、オタクをバカにする人がいたりとか、あんまりいいイメージを持っていない人がいたりとかするんだと思います。でもね、オタクって暗いからオタクなわけじゃないですね。オタクって自分の好きなものをはっきりと分かっていて、好きなもののために行動をする人たちですね。好きなことにしか興味を示さないから、周りの人には暗いって思われてしまうかもしれませんが、暗いからオタクなわけじゃないです。オタクだから暗いわけでもないですね。はい。だからね、それだけね、一つのことに熱中するっていうのって能力の一つだと思うんですよ。私は。これは誰にでもできることではないと思うんです。だから私はオタクってすごいな、いいなって思っています。ちなみにね、私は今はちょっとオタクかなと思います。理由はね、最近結構アニメをよく見るし、アニメのイベントにも行くようになったからです。そういう場所ではアニメのグッズを買ったりするし、コスプレをする友達とも一緒に遊んだりします。私はコスプレはしないんですが、友達がコスプレをして楽しんでいるのを見るのは好きだし、そういう友達と一緒にいて、世界観を味わうのはすごく好きです。はい。
そんなね、私なんですが、昔はオタクに憧れていました。そう、憧れてたんですね。私もオタクになりたかったんです。でね、なぜオタクになりたかったかというと、私には好きなものがなかったんですね。趣味っていうものがなかったんです。だからね、特別に何かにハマって熱中しているオタクっていうのはすごく羨ましかったし、私もそうなってみたいなって思ったんですね。私が中学生だった頃の話なんですが、私のね、クラスメートで仲良くなった人たちのね、グループの中には結構オタク気質な人もいました。その人たちはね、アニメとかボーカロイド、わかりますか？それが好きな人たちがいたんですね。ボーカロイドね、ちょっとわからなかったら調べてほしいんですが、キャラクターですね。実在とかはしない、キャラクターが歌っている、それがボーカロイドですね。でね、そのオタクの友達はね、結構みんな自分の好きなことについて熱心に話してくれるんですよね。そう。だから話がすごい面白いんですよ。みんなね、自分の好きなものについて、そのね、熱意を持って人に教えようとしますね。だから漫画をね、貸してくれたりとか、音楽の音源をくれたりとかしたんですよ。だからその人たちの話について興味さえ持てれば、すごく仲良くなりやすいんです。で、私は興味が持てたので、そこからね、私は興味を持って、こういう世界があるんだって知って、で、漫画を読ませてもらったりとか、アニメを見せてもらったりとかしました。でね、そんなある時、私のクラスメートの男子が音楽を聴きながら泣き出したんです。初音ミクっていうボーカロイドの女の子がいるんですが、その子の曲を聴きながら泣き始めたんです。本当にいい曲だなって言って、涙を流していました。私はね、それを見て、こんなに好きになれることがあって、羨ましいなって心から思ったのを今でもね、覚えています。中学生の時の話ですよ、これ。それだけね、すごく好きなものがあるって、すごい素敵なことじゃないですか？その事柄について、それだけいい部分を見つけられるんですよね。そういうオタクってすごいなと思っていて、オタクはね、その好きなことについてだったらいくらでも話せるし、興味を持ってね、たくさん調べられるし、それに関することをやっていると幸せって感じられるんですよね。いやー、なんかそれってすごい人生やってるなーっていう気がしませんか？生きてるなーみたいな。私はね、その頃特別に好きって思えるものがなかったので、そういうオタクがすごい羨ましかったんですよね。なんでそんなに好きになれるんだろうって思いながら、いろんなことを教えてもらっていました。あとね、オタクがすごいのって、ただ好きっていう気持ちだけじゃないんですよね。人にはね、よると思うんですが、オタクにはね、結構こだわりがある人が多いと思います。日本語のね、こだわりっていう言葉は、実はもともとは気にしすぎるっていう意味だったんです。でも、今はね、細かいところまで気をつけるとか、自分なりの哲学があるとか、そういうポジティブな意味として使われることが多くなっています。気にしすぎるだとちょっとネガティブなんですね。だけど今はもっと自分なりのやり方があって、自分なりの哲学を持っていて、そういうのをこだわりって言います。でね、多分オタクは結構自分のこだわりを持って世界を見ているんじゃないかなと思います。なんで自分がそれを好きなのか、何がそんなにいいのか、どうして魅力を感じるのか、そういうのをね、語れるんだなっていう。それがね、私がオタクを尊敬する理由の一つです。つまり自分のことを知っているっていうことですよね。自分の感性を言語化できる。自分がどういうものをいいと思えるかっていうのを知っている。そしてそれに対していいなと思える心を持っている。それってすごくいいことですよね。どういうものであっても、この世に存在するほとんどのものが人間がどうにかして作ったものですよね。音楽もそうだし、アニメもそうだし、漫画もそうだし、作者がいるわけですよ。そういう誰かが作ったものに対していいなって思える。思ってそれに対してアクションができる、行動ができる。それって相当の熱量がないとできないですよね。そういうオタクってすごくいいなと私は思います。特にね、自分に趣味がなかった時、自分が何が好きなのかがわからないって結構辛いんですよね。
そういう時期があったからこそ、オタクっていいな、私もそういう風になりたいなって、すごく強く思っていたのを今でも覚えています。ということでね、ちょっと熱量高めに話してしまったんですけれども、伝わりましたでしょうか？オタクはね、いいもんだと思います。だからね、もしオタクの方がいるなら、ぜひね、自分に自信を持って、そして好きなものに対して自信を持ってね、これからも活動してください。私もね、今はいくつかすごく好きなものがあるので、熱量を持って行動していこうかなと思っています。もしこの動画を見ている人の中に、自分の好きなものがわからないとか、あんまり趣味がないっていう人がいたら、ぜひね、自分が何をいいと思うのかっていうところから深掘りすることをお勧めします。まあね、私もそんな偉そうに言えるほどオタク歴が長いわけではないですが、やっぱり好きなことが見つかってからって人生が楽しいです。あ、そっか、でも皆さんは日本語をね、熱量を持って多分今勉強してくれてるんですよね。うん。日本語オタクさんかな？じゃあ、すごくいいことだと思います。日本人として私もすごく嬉しいです。ありがとうございます。はい。ということでね、このチャンネルではこんな感じで私がね、自分の意見とかを気ままに言っていきますので、こういうね、動画が面白いなと思ってくれた人は、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。